で僕はプランナーなのでプランを作ったわけですけども、それを具体化するチームとして今日はノメナという武井さん、それからワウというチームのオホさんと大内さん、この3人に来ていただいてですね、武井さんは A ドームで、オホさん、大内さんは B ドームの映像を作っていただきました。そういうことの内訳をですね、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。およそ2年前に原さんからこんなことやりたいんだけどということで、まさにこの、絵を見せていただいて、この、直径が7メートルぐらいなんだけどという話ででかいっすねということで、本当にできるのかなと思いながらも、それを具体的にどうやっていくかというのを我々の方で考えたというのが最初のステップになります。見慣れた水が全く違う印象を持つような、そういう振る舞いというのをどう作っていくかというのが課題になりそうだなとか、ちょっといろいろと最初の方は温度によって水の撥水性が変わるみたいなことを、実験していったりだとか、こういう自動で電動で傾斜が変わる実験台を作って、それによってどれぐらいの速度で、水がどういう傾斜の時に動くのかみたいなことを、繰り返し実験していたりだとか、そういったことが最初にありました。であとはこの辺は割と遊びみたいな感じなんですけど、大根おろしみたいなものとか、これお皿みたいなものとか、いろんな形状のものに、撥水塗装を施して、でそれによってどういった水の振る舞いが生じるかということを、実験していて、最初の方かなりスケールのちっちゃいことをやってたんで、原さんたちにはちょっとご心配をしたかなと思います。これで本当にたどり着くんだろうかっていうそういう心配もあったかなと思いますけど、なんか今回のプロジェクトの一番の課題は、人間のなんですか、人為によって水をこう動けっていうふうに仕向けても原さんの思ってるようなイメージにならないんじゃないかなと思っていて、水が水として動きたい動き方をどうその環境を用意してあげるかっていう、そういう自然な水の見え方が、どう見えてくるかということを、追求していかなきゃいけないかなと思っていたので、そもそも水ってどういうふうに動きたがるものなのかとか、そういった、ところをさっきのようなスタディで、体験的にやっていたのかなと思います。実験すると一滴垂らしてある臨界点を超えると、下に書いてあります 1.5% の水が流入されて 17% の水が移動するっていうので、これが割と重要な概念で一滴出したら一滴出るんじゃなくて、どっかの臨界点を超えるとダーッと雪崩が起きるみたいなことがその表現の上で非常に重要になるんじゃないかということだったり、こういった実験をひたすら繰り返していました。でこれはまさに面的にドローンと水が移動するってことができるのかなっていうのをやってるんですけど、どうしても線形状になるっていうのが、あるところから分かってきて、ドローンと言いつつも流路と流路の間を移動するときはこういった線の形になるんだねとか、ただこういった状態の水を作って傾斜面を流すと面形状で流れていくんだねとか、いろいろ理想的な状態をまず作って、そこからそれをどう環境としてこういった水の状態を作るかっていうのをいろいろやってましたね。でドローンっていうのこういう感じだよねみたいなのを手で注ぎながらここいいですねみたいな感じで最初の方をやっていたという。流路の形は決まっていても水の振る舞いについてのイメージを原さんともっと深く共有しておかないといろんなバリエーションが考えられるなということで、6月7日2年前の6月7日ですけど、原さんに実寸大の流路の模造紙の上で水の形を書き込んでもらうというイベントをしていて、一個一個の流路の上で実寸で見ながら、ここはこれぐらいの水が溜まってほしいとか、ここはコロコロちっちゃいのでいいんじゃないかとか、どれぐらいの時間間隔で水が循環していくのがいいんだとか、そういったことをやって、この辺りから徐々に原さんと僕らの水に対するイメージが
こうすり合わせられてきたのかなというふうに思います。でここら辺から徐々に形になってきますが、最初は発泡スチロールを削り出したもので、こんな感じで流してやってて、これでもかなりよくここまで来たなって当時も思ってましたけどやっぱ本当に暗中模索でなかなか形になっていかないので、これちょっと音流れてますよ。だいぶこぼれてます。流路から水がダバダバにこぼれて大丈夫かなみたいな感じですけど、でここからちょっと時間飛ぶんですけど、昨年の10月2024年の10月にはこれは最終的に打ち出し板金というアルミの板を手で手とか機械で叩いてこう薄い立体形状を作るという技術があるんですけど、これが山口県の山下工業所というところで作ってもらって、それに水を流しているところですね。で最初はその作ったものに対して撥水塗装をして手で雨どいを持ってこの角度だと一番回るみたいなことを実験したりしています。これは、流路 MN って呼んでるものですけど、こう絶妙にこうコースアウトしない、カーブっていうのを、手でちょっとずつ叩きながら見ていくという作業をここではしていますね。これが今年の1月ですね。2年間ずっとやってきて初めてここでようやくこう一つにつながるというものが見れるという、それまですごく不安でやってきましたけど、すごくほっとした瞬間ですね。ここが B ドームはご覧いただいたああいう映像なんですけども、これもやっぱり万博っていう場所でしかありえないようなやっぱり規模の映像、やっぱり今もうバーチャルが盛んなんだけれども、でもそういう装置をつけないで肉眼で見る映像の最も感動的なものは何かということを追求してみたい。僕がスケッチを描いたものをワウさんに渡して、驚くべきフル CG で映像撮影一切なしで海中も含めてですねやっていただいたわけなんで、その辺のプロセスを今日はしっかりご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で4年前にドバイに一緒に視察に行ったところからこのプロジェクトが始まるんですけども、原さんが僕らに最初に伝えてくれたのは、本物の地球を置きたいぐらいの勢いで、それにはじゃあどういう装置と、どういう手法が一番有効だろうかっていうんで、僕が裏の方で提案したのがこれ LED の半球体の見てもらった映像は LED の半球体になったスクリーンになってます。でこれが一番今考えうる一番リアリティのある映像体験になるんじゃないかっていうことで、今回これを作ったんですけど、この真っ黒な中にこの地球が浮いてるみたいなものを実現するために、その LED のパネル自体にもものすごくこだわって、本当にマットで真っ暗な盤面に素子を埋め込んであるんですけども、その素子自体も普通の LED を見るとちょっとグレーがかってるというか、ちょっと白っぽいと思うんですね。でそこにもちゃんとコーティングである程度黒くして全体が真っ黒になるようなデザインにしてもらってます。なのでこれは多分世界で一番オブジェクトとして見ても美しい LED になってるんじゃないかなと思ってます。映像かどうかも分かんないぐらいのこのリアリティを持ってこの空間を満たしたいということをおっしゃられていたので、僕たちは本当にスクリーン自体から妥協しなかったっていうのはあります。これが一番最初の原さんからいただいたストーリーボードになってます。これちょっと僕らも原さんがここまで細かく書かれてきたので、思ったより細かく書いてきたなみたいな印象で、ここまで具体的になってるんだったらもうなんか割と僕らも作りやすいというかイメージがすごくしやすいなっていうところで、原さんは本当はもっと細かく書こうと思ってたんですよね。宮崎駿のアニメーションとか見るとその間のなんか細かいじゃないですか、あそこまでやりきれないとダメなんじゃないかと思って相談したら、いやもうこれで継ぎ目の部分の画面変化の方法論は大体見えてるので、あとは任せてくださいというふうに言ってくださったんで、
あとはもうお任せして、僕はもう本当にあとは驚くばかりと、あと時々なんか無理な注文をして、無理なんだよ、こうもうちょっとリアルになんてことを一言で言うのは難しいですけどね。左が原さんのストーリーボードで、結構リファレンスとこういう写真なんかも合わせて具体的な指示というかイメージを伝えていただいてるんですけど、さっき言ったように僕らは僕らなりにこの間の絵をこうどう埋めていくかっていうか、どうつないでいくかっていうのを、実際動かす前にこういう演出コンテみたいなものを書かせてもらってます。でこれもすごい大変だったシーンなんですけど、細胞が分裂していってそこに生命が生まれていくっていう、この原さんがすごいBBC の映像でしたかね、すごい細胞分裂のビカミングで BBC のね、あれは実写ですからね。実写の映像をこう例えばこうリファレンスにしながらこの細胞分裂していくっていうこの神秘が、原さんがおっしゃるにはこうまだ分かっていないんだけど、なぜかそこにこう生まれていくっていうところを、生命って生物学がまだ生物を定義できてないんですよね。なぜ受精卵が分割をするのかということが分かってないんですよ。だからこういうふうに分割していって、こんなふうに細胞分裂していくことは分かって、細胞の中身はこんなふうだっていう組成は分かってくるんだけども、でもなぜそれが動くのか、なぜ分割するのかっていうことは分かってないんですよ。だからそこはもう本当に未知な世界で、宇宙の果ても分かってないし、生命の神秘も分かってないんですよね。そういうだけどそれが分割していく瞬間の神秘っていうものはなんかやっぱり表現したいということで、ただプラスチックがボコッと割れるのとは違う何かということを随分要求させていただきました。そうですね。でこれはこれでリアルにしていけばいいかっていうとそうでもなくて、このスケールでやっぱり10メーターとかで見たりするとやっぱり気持ちが悪いってちょっと生理的に受け付けないものになっていって、そこのやっぱりちょうどいいところを探るっていうのが本当に苦心したところではありますね。なのでお手本になったその実写に比べるとだいぶ綺麗な細胞にはなってると思います。やっぱり実写とは違うっていうところを僕らはやっぱりやんなきゃいけないなと思ったので、そこはそのうまいところを探るっていうのが一番苦労したところですね。海のシーンにつながっていきます。ここはもうフル CG で、作りました。これは本当大変ですよね。もうみんなイソギンチャクもみんな動いてるわけですからね。全部大変な、フル CG、 これが全部データでできてると思うと恐ろしいですよ。魚の動きも非常によくできてますよね。実際の海の中を原さんたちと一緒に見に行ったっていう記録なんですけど、インドネシアのね、ラジャンアンパット諸島っていうところがあります。太平洋と大西洋がちょうど入り混じって、その海洋のその生物層が世界で一番複雑で多様なという海域があるんですね。でそこにみんなと行ってですね、CG のアーティストはもう真っ暗の中で作業ばっかりやってるんで、実際海に潜ったことがないという話なんで、潜ったことがない人に CG は作れないじゃないかということで、撮影ではなくて体験しに行ったんですよね、一緒にね。だからもう目に焼き付けて帰ってきた。海中生物と見てる人がアイコンタクトしたかったんですね。だから何にも言葉がないんですよ、 A ドームも B ドームも。だけど生物が人間を見てるって、こっち見てる、目が合っちゃったっていう、何を訴えてるかっていうところに、中心を置きたかったんですよね。だから本の表紙にもなってますけど、なんかこのクジラがまん丸になって目だけこっち見てるっていうことをガツンと覚えていただきたい。そこはグラフィックデザイナー的感覚としては、そのアイコンを作る、そこが大事なポイントでしたね。でハチスノイトさんの歌っていうのは言語じゃないんですよね。なんか言葉になってるようだけど無意味な言葉で歌うっていう、そういう資質の人だったので、これは世界に出していく上で全く言語を超えてる言語だから、すごくいいんじゃないかなということと、こういう質もすごい良かったので、僕らがこの映像で表現しようとしている、要はその生き物たちのその声なき声みたいなものだったりとか、そういうものを彼女は普段の彼女の音楽活動の中で自然のなんかその声なき声みたいなものを何語でもない言葉に変えて歌ってるっていうのを、会話しながらそういうのを聞いて、これ全く僕らが今やろうとしてることが完全にオーバーラップしてるんじゃないか、すごく共感しますっていう話を彼女からもいただいたので、これはもうすごいなんか奇跡的なマッチングだなって思って、
4年間もかけて一つのコンテンツを作れる状況っていうのは僕らも普段全くないので、これはやっぱり万博ならではな本当コンテンツだなと思いますし、これだけ本当時間と僕らの知識とかリサーチとかいろんなものを使ってアウトプットしたものなので、できるだけたくさんの方に見ていただきたいですし、いいと思った方々はぜひお友達を誘ってもう一回見に来ていただけたらなとは思ってます。